る将棋は数の原理が大切で、2対2を作っておけば破られないってことですね。皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修一です。今回はですね、将棋王座指しました対局の解説編をお届けいたします。早速対局の方を振り返っていきたいと思います。本局私の先手番で7六歩、3二金。以前ですとね、以前というか私が本当子供の時ですから、もう20年30年前ですとね、7六歩に3二金と上がると振り飛車をね誘った挑発的な手なんてね言われてましたけど、近年はね別に3二金と上がって飛車を振ってもはっきり先手が優勢になるわけでもないので、あまりね3二金と上がってもね今の雰囲気では普通の手という、むしろ普通の手という感じですね。で本局私はね居飛車で2六歩とついていきました。そして、3四歩に2五歩と、自然ですね、私の応対はね。でここで相手の方が3三角と、これがね坂田流向かい飛車への第一歩なんですね。先手側のね考え方は、この3三角と指された時にね、先手側の考え方としては、一つはね角を交換して、坂田流向かい飛車でかかってきなさいという指し方と、どうしてもね坂田流向かい飛車をやるの嫌だなっていう方におすすめなのは、角を変えずに4八銀ぐらい上がっとくと。実はねこうやられると後手もね坂田流向かい飛車に組むのは結構難しいんですよね。飛車を2二に持ってきたいですけど金が邪魔してますので、仮にこれで4二銀みたいな、手でしたら4六歩とかねやっといて、居飛車の将棋ですよね。これでも一局ですね。もし坂田流向かい飛車っていう指し方が嫌だなって方にはおすすめです。居飛車党の方でねゆっくり指したいって方はこれでもね全然いい勝負だと思いますね。はい。先手ですしね、積極的にやはり後手のね坂田流向かい飛車を避けることもないのでね、堂々と角を成る方が、プロの公式戦でもね圧倒的に3三同角成とね応じる棋士が多いですね。で同金と、同桂とやるとねまた別の将棋ですね。同桂も有力ですけど別の将棋です。同金と取りまして、そこで8八銀と上がった手に、ここでね4二玉などと上がればね居飛車のね、これも近年ねたまに見かける指し方ですね。実戦は2二飛車ということで、これで、坂田流向かい飛車が確定しましたね、戦型としてね。坂田流向かい飛車というのはちょっとね力強いですけど、金の力で場合によっては飛車先を逆襲していこうっていうね指し方なんですね。普段の振り飛車と同じように組んでいると、気が付いたら飛車先の逆襲されてしまったってことがあり得るわけですね。例えば4八銀と上がって4二銀に6八玉と上がって6二玉、7八玉に7二玉に例えば5八銀、普通にやるとこういう感じなんですけど、あまりにも普通にやってしまうとこれで2四歩同歩同金とかね、これ一例ですけれども、気が付いた金に逆襲してこられて、あれどうやって防ごうかなってねことになりかねないので、これは一つの例ですけどね、結構これね金が出てくるだけで結構受けにくいかったりするんですよね。ですのでこれはね、対策が必ずないとね、もう飛車先2四歩同金いつでも来るというイメージで対応するのがとっても大事です。ですのでね本局は3八銀と、早くもちょっと2四歩同金に備えてのなんとなくイメージね、銀を早く動かすってことですよね。で相手方6二玉と上がったんですが、3六歩とちょっと王様の移動より早く銀を使っていきます。一見これ5角と打たれて何やって飛び上がっちゃいそうですけれども、角を打つ手には3七銀と上がると受かる仕組みになってますね。ぴったりね将棋を通るね。玉上がっちゃってたらねこれ大変ですけどね、玉上がっちゃってたら銀取られて大変なんですけど、この辺はうまくね、できております。で、3六7二玉とね寄った手に対して3七銀と、ここまでできればね一つ安心です。飛車金に対して飛車銀って構図ができましたから、これは仮に2四歩同歩同金ときても簡単には潰れないです。こうなれば、銀仮に金が出てきたって最悪歩打っちゃえばいいわけですからね。銀がさっきの展開と比べても備えてますからね。ですので、皆様にね、いくつか方法はあるんですけど、3六歩から3八銀3七銀という形を早く作るというのが一つおすすめの対策になりますね。そうすると金対銀って構図、いわゆる将棋は数の原理が大切で、2対2を作っておけば破られないってことですね。はい。で3七銀に対して相手の方は6五角とね、これは2対2じゃ破れないんでね、角を使ってさらにちょっとなんていうんですかね、揺さぶりをかけようと。これ打たなければまた別の将棋ですよね。4二銀ぐらいで上がってれば一局です。坂田流側の話からいけばね、2四歩同歩同金にこだわらずに、例えば金を寄ってね持久戦にするといった指し方もありますし、今日見てね2四歩を狙っていくって指し方もあるんですけど、実戦は一番なんていうんですかね、意欲的な手というかね、攻撃的ですよね。持ち角打っちゃうわけですから。で、5八金右に
7六角と。で私の方はね、ここまでつないでありますから玉を囲っていきます。6八玉と。そして4四歩で7八玉。そうですね、6二銀。ここで5四角と早めに引いて、なんかこっちを狙っていくってことはできればいいですけど、具体的には結構難しいですかね。ここに歩が止まってますしね。結構やはりこの3六3七銀型っていうのはね、手厚いんですよね。相手側も破るのは大変だと思います。実際のね、6二銀ということでちょっと王様を整備した手ですね。それで7七銀と追いまして、4三角。5四角もありましてね、ここもね、4三角。で4六銀と出まして5一銀。こので、6二銀から5一金も坂田流ならではの駒組みで、このね2手で例えば8二玉7二銀だからこれも一局なんですが、こうやるよりもさらにね、金銀がずれることでよりね飛車の打ち込みがないよってことですね。本譜に見られるように2四歩と同飛車を狙ってるってことですよね。実際私は、5六と、突いたんですが、ここで2四歩ときまして、同歩同飛車とね。同金ですとね、銀がいなくなって怖そうですけど、これ5五銀と出る手がありまして、これはね銀の出が早いんですよね。こう金が出てきても銀が出れば、これはね先手の攻めがね好調ですね。実戦は同飛車とぶつけてきたんですが、飛車交換ですとね、後手の陣形も得られたものではないですけれども、飛車を打ち込む場所ないんですよね。で先手の方には2八3九とか打ち込む傷がありますから、これはね、ちょっと悔しいですけれども2五歩と受けておく方が無難ですね。で2二飛車と引いて、で2二飛車に対して、3七桂と追いました。で先手の考え方なんですけれども、2五歩と打たれるの悔しいようですけど、言っても相手は角を打ってくれてますからね。自陣に角を打ってくれてるんで、自分の方は角を持ってますから、あんまりなんですかね、他のところで欲張りすぎないで、互角ぐらいでいければ持ち角はいけるよって考え方ぐらいでいるのが一番いいと思います。あんまり欲張ってね、どんどんリードしようってやると、せっかく持ち角持ってるんでね、相手の土俵に乗っかってね、急戦とかにするよりはじっくり駒組みを進めていくって方がいいと思いますね。で後手の逆にね、ゆっくりしちゃうとこの角がね打った甲斐がないということで5四角で出たんですが、2六飛車とじっくりね、相手の動きを待つような指し方ですよね。で2六飛車に対して、1四歩、そしてね、ここで5五銀と。先手の方はとにかくこの角ですよね。角をこれも攻め潰すというよりは角をいじめてね、相手の動きを牽制してるわけですよね。で実戦は6五角と、出てきたんですが、こちら側のね負担が消えましたので8八玉と王様を囲っていきます。この8八玉からのね玉を囲うっていうのは対局中も言ったんですけど、発想としては後手の陣形がですね、これ以上硬くなることが難しいんですよね。例えば穴熊が未完成とかですとどんどん穴熊を完成させるような手があるんですけど、この金銀の形がもう凝り固まってますから、これ以上何か例えば美濃囲いから銀冠に発展させるような手がないんですよね。で先手の方はこの形でも一つの囲いなんですが、やはり本局に見られるように8八玉と寄って、4二銀に7八金とね、この2手が入るだけで非常に硬さが増すので、後手の方は硬くならないでしょうと、私の方が硬くしますよっていう考え方ですね。で7八金、これね地味ですけどポイントを先手がね稼いでいます。で7八金に対して1五歩、後手がちょっとね先手がもう明らかには得な2手をね指した時に後手が4二銀と1五歩の2手しかなかったっていうのはちょっと辛いところですよね。本当は角を打ったからバンバン攻めていきたいんですけれども、仮にこの歩を取ったとしても、例えば歩を突かれたりとか銀を上がられたりすると、この角がもうなんかすぐ捕まっちゃいそうなんですよね。この角取れるんですけどね、もうこの角は例えば角を引いたら一例ですけど桂飛ばれたりするともう角がねもうすぐ捕まっちゃうので、なかなかこの期待してた垂直角が働かないっていうのは後手のちょっと今のところは辛いところって感じですね。で1五歩に対して9六とつきまして9四歩と。さあで私の方はね陣形、これ金あんま寄りすぎちゃうと角出てね突き狙われちゃうんで、さあここからどうするかですけど、ここからの考え方はですね、王様がある程度固まったんで、今度は歩を取りたいんですよね。歩を私は角を持ってますから、もう歩一歩でもいいから持ち歩にしたいので、歩をどっかで手に入んないのかなということを考えていくとして、実際はね5七金と上がっていきます。この5七金というのは4六歩から4五歩と銀と桂馬を使ったね攻めを狙っております。すぐ歩を突くとさすがに5六角と出られてね、
これぴったりねなんかついたとこ狙われちゃうんで、切って5七金と受けて次に4六歩を狙うと。で後手もねこの銀追いたいんですけど、追うと繰り返しになりますが、もう角があっという間にピンチになっちゃうので、先に3二角とバックしたんですが4六歩と突きます。次に4五歩同桂といくと非常に好調ですよね。で後手は5四歩と突いたんですが6六銀とバックします。せっかくこう出てったのに銀バックさせられちゃったじゃないかと思われるかもしれませんが、次の手が狙いですよね。6六銀と引いて4三角に対して5五歩とね、ちょっと長期プランでしたけれども、この5四歩を突かせることで同歩同銀とさっき言っていたね歩を手にするっていうのが狙いですね。で5四歩と打たれるんですが銀を引いて、局面がね別に相手の陣形に大きな隙があるわけじゃないですから、そんないっぺんにね、優先するような、本来な手はないんですけれども、王様を固めるっていうポイントを稼ぐ手と、歩を取って一歩持ち歩にするというね、もう少しずつなんですけど着実にね得を重ねているというのはね皆様にねお伝えできればなと思います。で後手の方はねあまり手が進んでないんですよね、その間にね、玉を固めてる間に指した手はちょっと端歩とかになってますし、角を安定させるのに苦労してますから、この辺りはね先手がポイントをね明らかに稼いでるかなと思います。で、6六銀に対して6四歩と。これはね先手作戦勝ちですよね、要はね。いろいろ解説してましたけど、先手の方には指したい手がいっぱいあって後手の方は指す手があまりないということは、要は大きな差はついてないですけれども駒組みでかなり先手が楽をしているということですね。で6四歩と突いたんですが5六金と立ちまして、6三銀、これねだから不本意ですよね。本当はこの形っていうのは急戦で戦う時にはとってもいいんですね。すぐ組めて硬いし、ただしてがないので玉をこうね発展させようとするってことはこう作戦がねちょっとうまくいってないってことを認めるような手になるのでちょっと辛い手です。でですね、ここから一気に私がね攻めていきます。ここはね十分です。もう繰り返し言いますけど先手の方は歩損もねもう一歩交換したことで解消してますし玉が硬いと、じっくりね何かこう8六歩とか突くとかいう手でもいいんですが、実戦は4五歩からここからもう一気に攻めていきます。角の頭ね常にねどんな状況でも弱点です。で同歩に対して同金ですとね4四歩で終わるので4四歩と。やっぱ一歩大きいんですよね、将棋はね。一歩持つだけで攻めの幅が広がります。で4四歩に対して角が逃げればね、もう4五金と出ればこれはもう気分がいいですよね。どんどん押し込んで3五歩と突いてもいいですし、次5五歩と打って同歩同銀と押していってもいいんでね。ということでさすがにこれは逃げ切れないということで相手の方は同金と応じたんですが、もうガチャンとね4五金とぶつけていきます。これは取るしかない同金同桂で、次にね先手の番が来て4四歩やあるいは4四角と打たれるとねもう攻めが決まってしまうので、当然ここは4四歩と先着するしかないんですがね。さあこれで桂馬が捕まったかに見えますが、ここで2四歩とね先ほどね後手の方から歩交換したのを逆用するこの2四歩がぴったりですよね。桂馬を取れば歩を成ってね一時的な桂損はいくらでも、回復できると。とはいえこれも2三歩成受ける手が相当難しいですね。金打っても結局打ち込まれちゃうんでね、実戦は2五歩と手筋で受けたんですが、同飛車と応じまして、3五歩とね、これは手筋ですよね。歩を成って飛車を取り合っても十分ですけどね、そこまで危険な道をね行かなくても2九飛車と深く引いてやはり2三歩成が残っています。でね、桂馬を取れば2三歩成があるので実戦は2五歩と受けたんですけれどもね、次の手が本局の決め手でしょうね。綺麗な手いっぱいありますけれども、露骨に2三金とこれはもう誰しもが好きな手ですね。飛車を確保する手なんでね、やはりこの薄い王様に飛車を取られるのはかなりきついですよね。実戦は同飛車同歩成に4五歩と取りましてね、一時的に金桂と飛車の2枚替えでね、いわゆる駒得損得で言えば後手が得なんですけれども、もう4四歩と打ちまして、6一角に3二とと。これはちょっともう無理ですね。後手の方がこう巻き返すの相当困難、先手の形が硬すぎますよね。金金桂という持ちを持っててこれにね攻めていくのは不可能ですね。実際5三銀と逃げたんですが、難しい手はいらないですよね。2二飛車、3一飛車でもいいですし、もっと言えば2一とからね桂馬を取っても先手大楽勝な感じですけどね、2二飛車と打ちまして、実際はね4四銀と上がったんですが、相変わらず収束ですね。4一と入りまして、
6二金とか長かったですけどね、ちょっと空いた方は6二金、これはもしかしたらクリックミスかもしれません。いずれにしろね、ちょっともう局面が離れております。同飛車成に合駒したら長かったですけども、銀も取られちゃいますんでね、7一玉と引いたんですが、8二金と最後は即詰みまで指して私の勝ちとなりました。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、将棋王座指しました対局の解説編をお届けいたしました。坂田流向かい飛車という戦型はですね、比較的指されることが見かけることも少ない戦型かなと思うんですけれども、序盤がね比較的大事ですね。ゆっくり指すこともできるんですけど、先手側に隙があればどんどん攻めてくるパターンも十分に考えられるんですね。で今回ね、スタートの方で私がですね、早めに右銀を繰り出すことで相手のね速攻を警戒すると、警戒した結果、じっくりとした戦型にね方に進んでいったんですけれども、坂田流向かい飛車に対するね、まず序盤の指し方ですね、対策のところを見ていただきたいっていうの一つと、いわゆるね将棋で一番難しいとされる中盤以降ですよね。指し手がいろいろ難しい、何をやればいいのかって時に、どういった考え方でね指し手を選んでいけばいいのか、本局で言えば王様を薄ければ王様玉をね囲って戦いに備える、シンプルなんですけどね。あるいは歩がなければどっかで歩が手に入らないかなということを考えて指すといったね、何かテーマをね絞りながら、指し手を考えることで、いろいろなね指し手がね浮かんでくることもあると思いますのでね、皆様の対局の参考になればなと思っております。この動画が良かったらという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。